英語の基本、絶対勉強するな。なぜ？その英語の基本、いわゆるベーシックス、それはわざと勉強しようと思ってもね、無理なんですよ。なぜならば、言葉の勉強というのは一つの自然的プロセスなんですよ。この英語の少しずつだんだんにですね、私たちの頭の中に入ってくる。わざと家を作るように基礎を作って、その上にその壁を作って、それから屋根を作る。このような過程じゃないんですよ。場合によっては非常に簡単な基本的なものはですね、かなり時間が経ってから我々が慣れる。それは私は20カ国語を勉強した中で何回も経験したことあります。例えば日本語で話するでしょ今。で、日本にも9年住んでたんですよ。で、日本語を使ってですね、別に大きな問題がないんですよね。なんとか自分の言いたいことを言えるし、相手の言ってることもわかるけれども、非常に基本的なミスも必ずするわけなんですよ。それが何の問題もない。母国語が日本語であるなら、あるいはフランス語であるなら、その英語を勉強するときにですね、どの文法の構造、いわゆる言葉の使い方、どのパターンが最初に我々が慣れてくるか、その次の順番か、それがね、自然的な順序がある。だからわざと何か覚えようと思っても無理なんですよ。それよりも自然的にたくさん聞いて、たくさん読んで、そして抵抗も感じなくて、わざと勉強したいから、そういうような態度でですね、フラストレーションを感じるだけです。それよりも楽しいもの、面白いもの、たくさん聞いて、たくさん読んで、何回も何回も忘れても、同じところも聞いてもわからなかった、読んでもわからなかった、その覚えたと思った単語、忘れました。読んだ時も忘れました。使おうと思った時も忘れました。覚えなかったと。それはもうどうでもいいんですよ。例えば、英語で言うそのI go, you go, he goes だけこの S がついてくるでしょ。でそれは非常に簡単なルールなんですよ。簡単なルールけれどもミスが多いですよ。それは日本人だけじゃなくていろんな外国人がですね、その第三のパーソンと言いますか、その he, she goes ミスするんですよ。それはコミュニケーションに対する何の問題はないんですよね。それで言葉というのは慣れの問題ですよ。勉強という言葉自体がですね、この漢字を見ると、僕中国語もできるけれども、中国語の場合はその勉強というのはやりたくないことをやるわけなんですよ。その勉強というのはあえてわざと勉強する。それはダメなんですよ。それよりも慣れるというのが本当の、基本の、勉強の仕方なんですよ。で、そうしますと、やはり自分の、例えば英語なら英語の習慣がもともとないでしょ。外国語ですから、新しい習慣を身につけることが大事なんですよ。で、かなりの時間を通じてですね、もともとの母国語のいろんな習慣から離れて、新しい言葉、僕によって日本語、日本人の方が英語、その新しい環境に慣れるまでには時間かかる。慣れるまでには時間かかる。わざとその基本、基礎を勉強しようと思ってもそれは無理。それは単語においてもそうだし、文法においてもそうなんですよ。単語でもよく言われることは、1000の単語分かれば、どの文章でも、どの内容でも7割も8割分かるから、そういう基本単語覚えようとすればどうなりますかね。結局はですね、大体の会話、大体の内容、文章、テキストはですね、その1000単語では足らないんですよ。あとの 30% が非常に大事。だから我慢強く時間をかけて少しずつたくさん聞いて、たくさん読んで単語が入ってくるんですよ。頻度の高い単語がいずれ頻度が高いからよく出てくるから。だからいずれ覚えられますよ。だからわざとそれを目標として覚えようとする。基本を覚える努力しないでもいいんですよ。そんなに心配しなくても続けてそれからもう一つですね、誰かにですね頼んで私のミスを正してください、訂正してください。それも無意味なんですよ。訂正されてもですね、正してもですね、またミスするんですよ。
っていうのは、その慣れるまでには続けて同じミスを起こすわけですよ。だから子供のように2、3歳の子供が話し始まる時にですね、ミスしてもですね、その訂正しなくてもだんだんと自然的に直されるわけですよ、頭の中で。半年経っても1年経っても英語も勉強してもですね、いつも語彙を覚えないとか、基本のミスをいつも起こしてるとか、それは自然的、ノーマル、必ずそうですよ。私もいろんな言葉を勉強しても同じことなんですよ。だからわざと基本を勉強するな。それよりもたくさん聞いて、たくさん読んで、機会があれば話してください。圧力感じないで、長期戦ですから続けて勉強してください。基本忘れてもいいから、基本をわざと勉強するな。またね。